皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は2つあります。まず第一に、ウクライナの戦場においてアメリカ製の兵器とロシア製の兵器が攻防を繰り広げています。まずロシアの兵器は極超音速ミサイルキンジャール。一方、これを迎え撃つのはアメリカ製の兵器パトリオットミサイルです。ソ連の流れを組むロシアは一応は軍事大国として兵器開発を進めてきました。彼らは彼らなりに西側製の兵器を上回っていると主張しているわけですが、現実は非常に冷酷な結果を見せつけています。ロシア製の兵器キンジャールとアメリカ製の兵器パトリオットの対決がどのようなものになったか解説をしていきましょう。そして2つ目に取り上げる話題は、日本で開催される G7 広島サミットについてです。日本で開催されることから一般的なニュースとしてもどこでも取り上げている話題です。ですからメインとなるような話、例えば核兵器のない未来を目指してこのサミットがどのような役割を持つかといった話などは、皆さんも各自テレビなどを見ればすぐにでもそのような話を聞くことができるでしょう。この動画においてはそのようないわばメインの話ではなく、あまり一般的には語られない、本来であれば日本がこの G7 広島サミットをどのように活用すべきなのか、2つのポイントについて解説をしていこうと思います。それではまずは最初の話題、ロシア製の兵器とアメリカ製の兵器が攻防を繰り広げている。その結果、今どのような状況になっているか見ていきましょう。ウクライナ、極超音速キンジャール、6発含むミサイル、18発すべて撃墜。ロシア、パトリオット防空システムを破壊。ロシア国防省は16日に声明を出し、極超音速ミサイル、キンジャールを使った超精密攻撃で、ウクライナの首都キーウのパトリオット防空システムを破壊したと発表した。ロシアは最近になって東部の激戦地バフムトで後退し、また国内での対立が表面化するなど混乱が伝えられているが、この攻撃で久しぶりに成果を上げたというのだ。しかし、この記事に突っ込みを入れると、その後ロシアが被害を与えたのはパトリオットシステムのごく一部で、それも軽微な損害だったようです。アメリカの国防総省は翌日にも修理は完了し、システムは現在でも通常通り稼働していると発表しました。ロシアは多くのミサイルを使って何とかパトリオットシステムを撃破しようとしたわけですが、全くの徒労に終わったようです。これに対して同じ日にウクライナ軍参謀本部は、ロシアはキーウに対して6発のキンジャールを含む18発のミサイルで一度に攻撃してきたが、すべて撃墜したロシア側の主張と相反する発表を行った。しかし、これもまた突っ込みを入れるポイントで、ロシア側はパトリオットを破壊したと発表しましたが、実際には全くの事実誤認で、翌日には修理が完了していました。このことから、破壊したというのはあくまでもロシアはそう思いたかったというだけのことです。迎撃されてロシアのミサイルが次々と撃墜されていきました。単刀を意味するキンジャールは音速の5倍以上の速さで飛ぶ極超音速空対地空対艦ミサイルだ。従来の地上発射型ミサイルイスカンデルを改良して製造された。2019年12月に北極に近い地域でロシア軍が試験発射。先日ロシアはキンジャールの速度は音速の10倍に達する時速12,200キロと主張した。最大射程距離は3000キロ。レーダーによる探知を回避する機能に優れており、現存する多くの防空システムから逃れることが可能で、また在来式の弾頭はもちろん、核弾頭も搭載可能とロシアは主張している。ここで記事の補足。ロシア側としては西側の防衛兵器では破壊することができないといった話をしていたわけですが、現実は全く異なり、数度にわたるミサイル攻撃でそのほとんどが撃墜された模様です。軍事カタログ上においては、もはや無敵の存在であるかのような表現も取り入れられたのですが、それらは全くの見せかけのものでした。そうしたこともあって、独立系の新聞紙などにおいては、キンジャールの開発者メンバーらが腹いせかのように逮捕されてしまったといったような話なども載せています。矛キンジャールと盾パトリオットの対決は今後、時間との戦いでどちらが有利になるかに左右されそうだ。ロシアは戦争直前にキンジャールを50発ほど保有していたが、現時点で確認できただけでも約20発消耗した。今後もキンジャールが撃墜されれば、これ以上使用可能な武器がなくなってしまう。一方のパトリオットも永遠の盾にはならない。パトリオットの最先端レーダーは敵を感知する優れた性能を持つが、強力な電磁波のため迎撃を繰り返せば、その位置が相手に知られてしまう。CNN テレビは、パトリオットは大型で固定された発射台が必要になるため、今後時間が過ぎれば、
ロシア軍がその位置を把握し、集中攻撃を行うことも考えられると警告した。ロシアとしては、新しく配備されたパトリオットミサイルシステムを撃破することによって、欧米からの供与されている兵器などが全くの役立たずだといったことをきっと言いたかったことでしょう。しかし現実に待っていたのは、ロシア製のミサイルは看板倒れで全く期待されていた性能を発揮できなかったという評価が確定したこととなります。ただし、ここには一つ注意点があって、ロシアは明らかに間違いを犯しました。それは軍事的成果や政治的な意図をもってしてパトリオットミサイルを集中的に狙ったこと、それ自体がはっきり言えば間違いだったということです。これは一体どういうことかといえば、パトリオットミサイルシステムはあくまでも迎撃兵器であって攻撃性の兵器ではありません。ですから、守っているところに対して撃ち込むというのは、いわば待ち構えているところにのこのこやってくる、はっきり言えばバカな行為だったわけです。パトリオットミサイルは別に無敵の存在ではありません。射程距離の外であれば全くの無力に過ぎませんし、高価なミサイルを使わなくても、発射機に満載されているミサイル以上のミサイルを撃ち込めば、飽和攻撃が成立し、それに伴って打撃を与えることができます。ですから、高価なキンジャールではなく、突撃型のドローンを100機でも200機でも用意して突っ込ませた方が基本的な戦術としては成功しやすいわけです。このあたりのことが実践できないのは、相変わらずおバカさん揃いだなというのを感じさせるロシア軍の惨状だと言えます。ただ、これについては、ロシア側を弁護しなければならないでしょう。おそらくはロシア側としては自分たちにとって目玉の兵器を使うことによってパトリオットシステムを撃破したんだといわば成果が欲しかったわけです。ですから実際に撃破できる作戦ではなく、いかにして政治的に宣伝できるかといったことも非常に重要視されていたことから、非常に高額な兵器であるキンジャールを集中的に使わざるを得なかったというわけです。ロシア側がパトリオットミサイルシステムの破壊にこだわるというのであれば、これからも継続的に行う攻撃はあくまでもパトリオットミサイルシステムの迎撃能力を超えた数の攻撃を繰り返し行わなければなりません。そうすることによって初めて打撃を与えることができるでしょう。しかし、そのような攻撃方法を取ってきた場合においては、ウクライナ側は兵器そのものの生存性の方をむしろ大事にすることでしょう。何しろ、狙っている先がパトリオットミサイルシステムですよというのが分かれば、それは逃げ回ってさえいれば別に市街地に落ちるわけでもなく、どこかの野原にロシア軍のミサイルが突き刺さるだけで終わる可能性が高くなるからです。きっと郊外のどこかに潜伏する形でいますから、標的そのものがパトリオットミサイルだというのが分かれば対処のしようもあるというものです。それでは2つ目の話題についてお話をしましょう。G7 広島サミットが開催されます。これに伴って広島で開催されるのであるから、広島の原爆ドームやまた核兵器による被害を多くの人に知らせるために作られた資料館などに各国の首脳などを招き、核のない世界を目指そうといった話などが一つの議題として取り上げられることとなります。そして現在のウクライナの戦場においてもロシアによる核兵器の使用という可能性がないわけではありません。ですからタイミングとしてはロシアに対する牽制という意味合いもありますし、またロシアに対しては G7 各国は共通の認識を持ってこれに対処することができます。こうしたこともあって広島で開催されるんだから、これを機に核についての議論が進むことを望む、そういったような解説が今のテレビなどでは主に行われています。しかし日本にとって非常に重要なのは、このサミットをどれだけ実利的に役に立てるかといったことも決して忘れてはいけない議論の一つです。ただ一方でこの話はあくまでも非常に年月がかかる話であり、即効性のある話でもありません。であれば同じように時間がかかったとしても日本にとっても実利のある話を一方では進めるべきだと私は考えています。そのために欠かせない視線というのが2つあります。それは G7 というこの国々の集まりなのですが、実質的にはNATO 加盟国プラス日本という形になっています。アメリカ、イギリス、イタリア、フランス、ドイツ、カナダ、そしてヨーロッパ全体の意見をある程度反映するために EU の代表もサミットには参加しています。主要国はすべて NATO 加盟国です。そしてこのような場において日本が取り組むべき話というのは、日本が防衛費を増やすにあたって彼らから歓迎されているという一つの形を取り付けることです。というのも、日本が防衛費を増やしましょうという話をした時において、日本国内において反対勢力があるのと同様に、日本の周辺国、
北朝鮮やロシア、中国などが防衛予算を増やすことを非常に警戒し非難を行っています。しかし、これらの国々は軍事的に言えば明らかに日本が警戒しなければならない相手ですから、これらの国々が日本が防衛力を増やそうとしていることを批判するというのは、日本は別に聞く必要のない話です。彼らにとっては日本の防衛力は低ければ低いほど都合のいい話ですし、逆に言えば日本が防衛力をどんどんと高めていくことは彼らにとっては都合の悪い話なのです。私から見れば国際情勢というのを見た場合において明らかに日本は自分の国を守るための力をつけていくためにも防衛予算がずっと横ばいなんていうのは明らかに異常であり、軍事予算をどんどんと増やし続ける中国との間に格差が広がっていけば、その格差それ自体が危険性を生むということから、日本の防衛予算を増やしていくということには賛成しています。ただし、防衛予算を増やしていくにあたって、どのような財源をあてがうかといったことはもっと注意深く行わなければなりません。現在の岸田政権の場合だと、防衛予算を増やすために、税金を取りやすい人たちに対して増税をするのではないかといったことがよく言われているものです。私はその考え方そのものをまずはやめるべきで、財源としてあてがうべきなのは、行政コストの削減と税金を取りやすい人から取るのではなく、本来ならば国や行政機関などに納めるべきお金を納めていない人たちからきちんとお金を徴収するシステムを作ることです。例えばその一つは歳入帳を作り、税金や社会保険料などを納めていない企業や個人などからしっかりとお金を集める。これは従来納めていた人たちに対する増税をしないために、本来であれば納めるべきお金を納めていない人たちからしっかりと集めていく仕組み作りです。そしてもう一つ行政コストを下げるという意味では、市町村や県同士の合併といった従来の枠組みにとらわれないような行政の統合などを進めていくべきです。今、インターネット上では税金謄覦といった言葉などを使って、税金がどんどん無駄遣いされる構図があるよねという話がいくつも上がってきては、それらの原因となっている行政機関などが大炎上することがよくあります。その話の中で言えば、都道府県や市町村レベルのいわば行政単位といったものはもっともっと統合の余地があり、そしてそれらの細かすぎる行政というのは税金がたっぷりと無駄遣いされる温床となっているのです。お金の使い方そのものを変えようと思えば仕組みそのものを改善する方向へと話が進まなければ従来のシステムのままでお金を集めなければなんていう話になってしまうとどうしても今すでにお金を納めている人たちに対してもっともっとお前たちから金を取るぞという話になりやすいのです。そのようなお金をどこから持ってくるかといった手法についてはきっちりと議論を進めていかなければなりませんが、そのような議論を乗り越えた形で防衛予算は増やしていくべきなのです。そして防衛予算を増やしていくにあたってはG7 の中において他の国々は NATO 加盟国であり、そして NATO 加盟国である以上これらの国々の軍事予算の目安は GDP 比 2% です。日本の場合だと長らくこれが GDP 比 1% に自粛してきました。1% から 2% へと上がるというのであれば、当然のように予算額としても2倍に近づいていくわけですから、これをもって日本と価値観の近い国々においても警戒感などが出てはいけません。ですからこのような G7 サミットの場において、他の国々と共に今国際情勢が非常に厳しい環境であり、あなたたちの基準に私たち日本も合わせていくんだという形を取ることが私は非常に重要だと思います。少なくとも一部の国々で言われているような日本が防衛予算を増やすのは軍国主義者が復活したからだみたいな無茶苦茶な難癖に対していやいや G7 各国他の国々もみんな歓迎していて私たち陣営において GDP 比 2% というのはいわば標準的なお値段ですよということが言える環境を作ることが日本の外交上においても非常に重要なことなのです。そしてもう一つ G7 サミットを利用して進めるべきなのは G7 の枠組みにおいてもっともっとロシアを干上がらせるような未来図を描くことです。ロシアの強みは何といっても資源国であるということです。エネルギー資源が取れる、鉱物資源が取れる、さらには農業においても非常に広大な土地において穀物が取れる。この3つをもってして
少々のことがあっても自分で何とかやっていけるという国です。しかし、この中においても稼ぎ頭のは何と言ってもエネルギー資源です。石油天然ガスを大量に輸出することによって、そこから得られたお金を元にして、政権中枢部の人たちは結託し、軍事予算なども潤沢に投じることができています。また、国際市場の観点から言えば、ロシアがウクライナへ侵略したことによって、原油や天然ガスの価格が高騰し、それが世界中に物価高をもたらしました。この悪影響を断ち切るためには、エネルギー資源そのものをロシアに頼らない体制を作ることが重要です。ところが、そのようなことをするのは実際的には非常に難しいものです。ですから、今の段階では無理であっても、いずれはそのようなロシア産のエネルギー資源を不要とする社会を目指すべきだという未来図を描くことは非常に重要なのです。そしてそのための技術は少なくとも概念的にはすでに存在しています。それは核融合発電の実用化に向けて G7 でみんなで取り組もうという考え方をもっと明確にすべきだということです。日本の場合だと昔からそうなのですが、常に石炭、石油、天然ガス、ウランすべてが輸入資源です。そのために海上交易路は常に守らなければならない運命にあります。しかし、自国でエネルギー資源を持つことができ、すべてを電気で何とか賄えばといったような考え方をすれば、核融合発電というのは日本にとってはエネルギー需給を達成するために必須の技術です。もちろん核融合発電というのはまだまだ実用化は先の話であり、今の話ではありません。しかし、今からこそ枠組みを作って、同じ陣営において技術や開発促進を進めていくということが私は重要だと思います。しかもこれはヨーロッパの言う持続的な社会を築くためにも非常に理にかなうものですし、技術開発競争において中国もまた核融合技術については熱心に取り組んでいますから、これに対抗する意味においてもアメリカを引き込んで取り組みやすい議題なはずです。国際共同開発イーター計画においては核融合技術の研究開発などには中国も参加しています。しかし開発をどんどんと進めていけば、いずれは中国は自分たちにとって都合の良いところだけを抜き出して中国自前の核融合発電所を建設に取り掛かることでしょう。ですから中国やロシアの参加しないような形での国際共同開発の枠組みとして G7 の枠組みそのものを活用するというのは日本の未来にとっても非常に重要なことだと私は思います。一般的な話としては G7 広島サミットは核兵器のない世界をめぐってどのように日本が主導権を握って議論を進めていくかといった話になりがちなわけですが、それと同時に未来に向けての重要な話し合いとして日本が防衛予算を増やしていく、それが決して日本の独断専行ではなく G7 から歓迎の姿勢を引き出すということができればこれに越したことはありません。またロシアによるウクライナ侵略というのを一つの口実として中国を外す形で G7 の枠組みで核融合技術の国際共同開発計画などを進めていくといったことなどももっと積極的に私は進めていくべきだと思います。核融合技術の実用化には30年とか40年とかかかることでしょう。しかしその時に中国側に同じ技術があるのかそれともないのかといったこの差を生み出すことができれば日本の未来においても非常に大きな差が発生するのです。というわけで今回の動画はここまで。前半部分においては現在ウクライナの戦場においてロシア製の兵器とアメリカ製の兵器が盾と矛となって競い合っているという話をしました。しかし現在のところアメリカ製の兵器の方が明らかに兵器単体としての性能は上で、ロシア側のミサイルは次々と撃墜されています。ロシア側がこの無駄に気づいてパトリオットミサイルの守っていない地域にミサイルを散らしてくるのか、そして軍事施設などを狙ってくるのかといったいわば賢い戦略に切り替えてくるかが注目されます。そして後半においては G7 広島サミットについてのお話、一般的にはあまり語られないサミットをどのように日本の国益につなげるか、そのための話題としてどのような話題をもっと取り上げるべきなのかについてお話をしました。今回の話を聞かれて皆さんはどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。